ヤッホーとしきです。今回は超汎用ビルド&会心率 100% ビルド2選ということで、いやー楽しい装備スキルのパズルが楽しい。今回はご覧の感じで全部でビルドを3種類紹介してから、防具から攻撃力を上げることのできる個人的に強スキルだなと思うスキルを2つ検証してから皆さんにご紹介したいと思います。皆さんいろんな武器と装備構成で遊んでると思いますが、ぜひね一度今回のビルドを参考にしてみてください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速超汎用ビルドを見ていきましょう。上から4つ、こちらはアルシュベルドの素材で作れる防具になっていて、頭と腕防具だけはガーディアンの方のアルシュベルド、歴戦種量の証3とかちょっと上位の素材が必要になるものですね。で、残った足はジンダハドのものになっています。全身のスキル構成がこんな感じ。上から12345 KO 術までは武器のスキルなのでシカとしていただいて、ここからですね、サムネにもあった通り弱点特攻、挑戦者、破壊王というモンハンでいう3種の神器が全てマックスになっています。それに加えてあったらめちゃくちゃ嬉しいスキル、精霊の加護がマックスについています。続いて砂人刺激レベル1、これはねちょっとね僕がチャークを使ってるからっていうのもあるんですけど、なかなかっていうスキルですね。今ね YouTube 上で砂人刺激について検証されている方の動画見たんですけど、いやもうめちゃくちゃ神動画でしたね。多くは語らずにご本人の動画見に行っていただきたいんですが、さらにですね砂人刺激のレベルを高めていこうとすると、今度はこっちの3種の神器がおろそかになってしまって、会心率とか基礎攻撃力が下がってしまう。まあ傷をつけやすくなって弱点集中攻撃をしやすくなってっていうのはわかるんですけど、まあそれに引き換えねこっちがおろそかになってしまって、皆さんつけるであろう会心劇特殊もしくは属性のここに関与してきてしまうので、もちろん超会心もそうなんですが、いやちょっとねそれよりかは今回は3種の神器を優先してつけました。マジでねその方の動画本当に参考になるので、ぜひ検索して見に行ってみてください。続いて回復速度、これはあったら嬉しいやつですね。赤ゲージの回復速度2倍、ここからセット効果っすね。加速再生1、連続して攻撃してると体力が少し回復する。頻度はそこまで多くはないんですけど、あったら嬉しいですね。続いてこっちはかなり重要、破壊衝動1、傷口を破壊した時体力がねゴリッと回復するやつですね。これに関しては HP を回復できるので安全性が高まりますし、さらに言えば回復する手間が省けるイコール攻撃に当てる時間が増えるということで、結果 DPS の上がる火力スキルだと思ってます。できればこれは発動させたいセット効果ですね。さらにこの装備での全体での会心率を計算しておきましょう。まずアーティア武器を会心率に全部寄せて作ったもので 20%、 プラス僕の武器に見切りが1個ついてるので 24% になっています。ここから弱点特攻で有効部位に攻撃した時に会心率プラス30、挑戦者で敵モンスターがブチ切れたら会心率プラス15、最後に僕のお気に入りの渾身プラス 10% を加えると 79%、 ほぼほぼ8割の確率で会心が出る仕組みになっています。さらに傷口にはプラス 20% されて合計 99%、 ほぼほぼ傷口には 100% の会心率を誇るっていうめちゃくちゃ高い数字になってます。まあ武器に見切りがついてないだとか渾身をつけるつけないによって変わりますが、基本的にこれだけあれば会心劇とか超会心にすごく乗るんで、現環境ではかなり火力面も期待できるような構成です。続いてはこの装備を作る上で最低限必要なスキルと自由枠について解説します。といっても数は少ないんですが、挑戦者が1つと胴体と足に破壊王をそれぞれ1つ計2つつけてください。で手の部分にワンスロットが3つあるので、僕は精霊の加護3つつけています。ここは自由っちゃ自由なんですけど、1スロットって別にそんなに必須なものはないので、まあここは加護がいいかなといった感じです。持ってない方はマカレンキンで簡単に加護銃作ることができますので作ってみてください。で最後に必要な5石がこちら、挑戦者レベル2の5石ですね。ということで空いているところが自由枠なんですが、おやおやと思いますよね。ここ3スロットが実は空いてるんですね。ここを開けた状態で3種の神器を成立させてるのがでかいっすね。ここは皆さんの使っている武器によって好きなやつ入れちゃってください。例えば連撃とかいいですよね。これはレベル1でも積み得なスキルになってますんで結構おすすめっすね。続いて砂人刺激、僕みたいにチャーク使ってない方はこれつけといてください。あとのおすすめは防具から火力を上げれるもの2つですね。逆襲と渾身、この2つは後ほど解説するんですが結構便利なスキルですね。で僕はちょっと会心を盛りたいので渾身をつけています。そして自由枠スロット1が3つ余ってる
るんですが、この装備ってステータス右下ですね、見てみると流耐性がめちゃくちゃ低いんですね。なので僕はいつも流耐性を一応つけておいて、残り腰の部分の2枠はおすすめなのはやはり早食いですかね。これを2つ装備することによって回復アイテムを食べる時のスピードがまあまあ速くなりますんで、これめちゃくちゃ便利です。といった感じで自由枠1スロットですね、ご紹介したんですが、この3つは精霊の加護でなくても、例えば太刀で運用したいよという方はここは納刀術3にすると結構便利になりますよね。さらに弓で運用する場合はここを体術を3つにしてください。僕は1個しかないので今置くことはできないんですけど、チャージステップを使ってジャスト回避をすればスタミナ回復することはするんですけど、あったらあったで体術便利。あと考えられるとすれば早食いを1つ足してここで3つ起動させてから、あとは加護レベル2をくっつけるって感じですね。かなり防御側に回っていて安定感増すと思います。さらにこの3種の神器の汎用ビルドでめちゃくちゃいい点が1つありまして、こことここに破壊王がありますよね。例えばこの2つを渾身に切り替えてみるとします。はい、そうすると先ほど 79% だった会心率が 20% 上がって、有効部位であればいつでも 99% の会心まで引き上げることができます。破壊王はぶっちゃけ火力に関わる部分が集中弱点攻撃で傷口を破壊した時のダメージが 30% 増なんですね。ただ今後皆さん超会心つけると思うんですけど、 20% 分の会心を上げてほぼほぼいつでも会心攻撃のダメージが 1.34 倍になれば、こっちの方が火力は全然上がるんですよね。なので3種の神器ビルドとは言いましたが、結構カスタマイズによっては火力に振ることもできるんで、皆さんいろいろこれをベースにしてカスタマイズしちゃってください。ただ注意点なのがこちら、渾身を3つ乗せて 30% の会心を持っていることですね。これは弓使いの方だと常にスタミナを減らした状態で戦っていますから、これ全く意味をなさないんですよね。なのでね、弓にはおすすめはしづらい構成かなと思います。はい、という感じで1つ目のビルドいろいろ模索してきましたが、割と万能に使える汎用ビルドだなって感じしますよね。ぜひ皆さんも好きなようにカスタマイズしてみてください。はい、それでは会心率 100% ビルド1つ目紹介していきます。頭と腰がゴアマガラの装備、胴体と腕がガーディアンのアルシュベルドの装備ですね。で足は先ほどと変わらずジンダハドの足、必要な5隻は挑戦者レベル2となっています。全身スキルですね。ここからが防具です。挑戦者レベル5、弱点特攻レベル4、ここが結構ミソで無我の境地がレベル3ついています。これは何かというと、ゴアマガラのセット装備2つ装備していると大型モンスターと対峙した時に恐竜症に感染するんですね。恐竜症自体は敵に連続して攻撃していれば克服することができて、それがかなり克服しやすくなり、克服状態の時さらに会心率プラス 10% と書いてあります。もともと恐竜症を克服した時点で 15% 会心率もらうことができるんで、合わせてここで 25% もゲットしています。敵に攻撃を当てることができないと赤いゲージが回復しなかったりダメージがでかくなってしまったりとデバフがあるんですが、普通に攻撃していれば全然早めに克服できますんでデメリットはないかなと思います。続いて体術がレベル2、渾身がレベル2、属性やられ耐性、これ結構美味しいですよね。 75% も減らしてくれます。で左陣刺激がおまけ程度に1ついていて、回避性能もちょっとついている。でここですね、彩化転覆、状態異常とか属性やられを解除すると一定時間属性値と状態異常値が上がるってやつですね。これは今僕が麻痺のチャークを使っていて250からプラス12されたのでまあまあ嬉しいですね。ちなみに状態異常とはもちろん恐竜症も含まれますんで、割と頻繁に発動するスキルです。ここからシリーズスキルですね。先ほど言った恐竜症に感染するやつ、最後傷口破壊した時に体力が5リット回復する。ここから一応会心率計算していきましょう。まず会心率がプラス 15%、 弱点特攻で有効部位に20なのでここで 35%、 恐竜症を克服すると全部で合わせて25増えるので、ここまでで会心率が 60% 盛られています。そして最後渾身でプラス20されて合計 80%、 元々の武器に 20% ついていますのでしっかり 100% ですね。弱点特攻の傷口への攻撃時のさらにっていうのをシカとしてフルに 100% なので、常に超会心とか会心撃の恩恵を最大限に活かすことができます。このビルドで弓で運用する場合はまずはここフォースショットを乗っけていただいて、確かレベル3で会心率 12% 上がるはずなので、瓶の4発目以降と限定的ではありますが
が会心率は盛ることができます。さらにここの2つの渾身の枠をフルチャージに変えることで基礎攻撃力も底上げすることができますから、いろいろカスタマイズしてみてください。もし弓の場合でおすすめがあればコメントで教えてください。続いて最低限必要なスキル見ていきましょう。まずは弱点特攻が2つ、恐竜症を克服するため、そして会心率プラス 10% を取りに行くための無我の境地がここで3つ、腰の部分に1つ、挑戦者が1つと渾身が2つですね。空いた自由枠が1スロ1つのみとあまり自由度はない感じなので、ここは精霊の加護でいいんじゃないかなと思います。はい、といった感じで全体見てきましたが、割と汎用性高い気がしますので、あとは皆さんご自身で好きなスキルをカスタマイズしちゃってください。では最後、会心率 100% ビルド2つ目ですね。こちらに関しては先ほどと違って弓運用はかなり厳しい構成になってますので、2つ目のビルドもしくは他の方のビルドを参考になさってください。全体で装備しているものは先ほどとほぼほぼ一緒で、変わっている点がここだけ。銅の部分が歴戦のアルシュベルドではなく通常の方の素材で作れるアルシュビルドの装備です。5隻も変わらず挑戦者レベル2。このビルドは2つ目のビルドと違い、自由枠を増やしつつもさらに攻撃に特化したビルドになっています。まずは全体のスキルを見ていきます。挑戦者がレベル5、弱点特攻がレベル1下がってレベル4になっていますね。続いて渾身、こちらは増えてレベルが3になっています。体術は変わらずついていて、連撃がプラスついていますね。これはね、レベル1でもかなり積み得なスキルになってますんで、ぜひ使ってみてください。シリーズスキルは先ほどと一緒、恐竜症に感染するやつで、大事なのは先ほどついていた傷口を破壊すると HP が回復するやつ、あれはついてないんですね。加えて先ほどここに3つ装備していた無我の境地レベル3も必要なくなっていることに注目です。はい、ここでしっかり会心率計算していきましょう。まずは挑戦者でモンスターがブチ切れたらプラス15、有効部位への攻撃でプラス20なので、ここで 35%、 渾身レベル3でプラス30されて 65%、 恐竜症を克服したらプラス15なので合計 80%、 もともと武器が持っている会心率20と足して100になりますね。続いて必要最低限なスキルを見ていきます。まず弱点特攻が1つ、連撃が1つ、渾身が全体で3つついていますね。で最後挑戦者1、これで一応完成はしていて、1スロー枠が4つもフリー枠ゲットすることができてるんで、結構自由度は高いっすよね。しかも弱点特攻1つと挑戦者1つ、割とゲットしにくいかなっていうものが1つずつだけで済みますんで、渾身とか結構ゲットできてますよね。もしもまだ連撃を持っていないよという方は馬撃とかいいですよね。太刀使ってる方はこれとか、または砂人刺激とか、ちょっとあれですけど彩花転覆もいいかもしれませんね。秋スロのおすすめが太刀の方だったら納刀術3つ、もし結構被弾しちゃうよっていう方は加護3つ、もしくは僕1個足りないんですけど早食い3つでもいいですよね。で頭にも1つ空いてるんで、まあここは加護でいいんじゃないかなって感じですね。はい、といった感じでこちらは連撃を積み込んで防具だけで 100% を実現していますから、超会心だとか会心撃がめちゃくちゃうまく働きますよね。こんな感じで1つベースを決めてしまえば、あとはどのスキル入れよっかなって迷い自体に明かりが差すというか、なんて言うんですかね、明確に悩むことができますよね。でまだ連撃持ってないよとか弱点特攻も足りませんみたいな方は、それこそがモンハンのモチベーションになるというか、武器に悩んだりスキルを選んだり、どの方向性でビルド組んでいこうかなっていうのがめちゃくちゃ楽しいんで、皆さんのモンハンライフ応援してますから、ぜひ楽しみながら頑張ってください。最後におまけとして防具から火力を上げることのできる強スキル2つを検証してみたいと思います。この2つはね、余ってるところに入れとくとめちゃくちゃ便利なので、ぜひ参考にしてみてください。今回紹介するのは逆襲と渾身というスキルですね。まずは逆襲からいきます。おさらいとして、これは吹き飛ばされた後は一定時間攻撃力が上がるというスキルです。この一定時間っていうのはどれぐらいなのっていうのを検証してみました。はい、実際やってみましょう。吹っ飛ばされたらっていうのはいわゆるこういうことですよね。皆さんよくあると思いますが、いてーっつってね。はい、これで逆襲が発動して、これが何秒続くかっていうことですね。で結果からお伝えすると、レベル1の状態で30秒、レベル2の状態で35秒、レベル3になるとなんと45秒も攻撃力が上がっています。左上に剣マーク、攻撃力アップマークがついてますね。今作は秒数が現れるのでめちゃくちゃ分かりやすいっすね。いや僕なんかね、普通にこうやって貯めてチャークでやってて瓶貯めようとすると、普通に気づいたら吹っ飛ばされてるんで、ちょっと被弾する確率の多い人ほどメリットがあるっていうお助けスキルですね。しかもですね、レベル3になると基礎攻撃力プラス25っていうどでかい数字上がるんで、めちゃくちゃ優秀だと思います。
ます。枠が余ったらつけてみてください。続いては渾身。スタミナゲージが満タンの状態を維持していると会心率が上がる。レベル1の時点で 10% も上がるんで、これめちゃくちゃうまいっすよね。はい、スタミナをマックスに維持していたらっていうのが今の状態、今発動中なんですね。会心率が24から 34% に上がっています。で、スタミナを消費するっていうのはいわゆるこういう回避行動ですね。スタミナが減った状態っていうのがいわゆる回避した時とかですね。こうやってやってるとすぐに渾身の効果が切れましたってなるんですが、これね、ちょっと満タンで放っておくとすぐに発動するんで、はい、発動しましたね。これ何がいいのかというと、例えば敵の攻撃を回避して攻撃し始めますよね。はい、この状態でスタミナ実は減らないのですぐ発動してくれると。つまりは普通に攻撃していて敵が例えばダウンした時って立ち止まりますよね。回避する必要がないので、こうやって斧モードとかでブンブン叩いてる時はスタミナがマックスになりますんで、火力が必要な時のみ会心率が上がってくれるっていう結構便利なスキルなんですよね。ただ一つ注意なのが弓とかなんですけど、これはね皆さんお分かりかと思いますが、これね普通に打ってるとスタミナどんどん使っていく武器なので、これはね結構相性悪いっていうか全然意味をなさないスキルになってしまいますんで、弓使いの方はこれいらないっすね。はい、といった感じで2種類紹介してきましたが、個人的におすすめなのは渾身の方ですかね。自分の火力の出したい時は会心率がプラスになってくれるんで、結構皆さんどの武器でも使えるスキルなんじゃないかなと思います。ぜひね参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。超汎用ビルド&会心率 100% ビルド2選でしたが、今回ご紹介したビルドをベースに考えてもらえれば色々カスタマイズできますよね。ただね、それに必要なスキルの弾とか5石とかももちろん必要にはなるんですけど、一つビルドが決まれば歴戦とか敵モンスターを倒すめちゃくちゃなモチベーションになりますよね。前回の動画の内容で紹介したものとかいろんなね集め方はたくさんありますので、ぜひ皆さんご自身の好きな感じでねやってみてください。今後も引き続きモンハンワイルズの動画どんどん上げていきたいと思いますんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。以上としきでした。さようなら、バイバイ。イベントクエストが来てる。